子の熱波ラジオ12分でさよならということで、12分ワンセット差し支から不毛なトークをお届けしたいと思います。お相手は放送作家の澤田さんです。すみません、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、はい、ちょっとね、はい、誰も興味ないと思うんですけど、ちょっと気になると思うんで、ちょっとそういつもね、上着てないんですけど、ちょっと上着させていただいて、そうですよ。なんかもう今、ランニングした後みたいになってますね。そうすみません、ちょっと年明けにはしゃいで、タトゥーを入れてしまって、やんちゃいや、もうでもここ個室サウナだから多分 OK です、ね。OK ですか？いやタトゥーじゃないです。やんちゃすぎでしょ。いや何があったのか聞きたいですよ。40過ぎてタトゥー入れるはなかなかだと思うんで、なんですよ。ちょっと乾燥でかぶれてちょっとお見苦しい点があるんでね。今も乾燥ピークですからね。そうなんですよ。ちょっと上着させていただいて。全然興味ないと思いますが、すいません、そういう事情なので。確かにね、触れないとちょっと違和感ありますもんね。そうなんですよ。はい、2月入りました。2月入りましたね。どうですか、ここ2026年始まって1ヶ月、どんな調子ですか？いや、もう本当に2月まであっという間、もう1ヶ月終わっちゃったんだって感じで。じゃあ結構精力的にいろいろやられてたって感じですか？1ヶ月間。そうですね、私はもう年明け、そうドラマの撮影が入り、もうそこからずっと撮影だったので、あっという間に過ぎて、なんかもう毎日があっという間すぎて、もうすでにやり残してることがいっぱいあるわけですよ。すでにやり残したことがある？やり残したっていうか、やれてないこと。例えば初詣とかはしたんですか？初詣は一応行きました。初詣は行った。そう、なんかね、あれやんなきゃこれやんなきゃっていう。何ですか、やり残したことって？今からじゃできないですか？今からでもできるんですけど、一日何かをやってたら、今日はジムに行けなかったとか。なるほど忙しすぎてね。そう、もうサウナに行けないとかもってのほかで、サウナに行けなかったとかね、そんなこともあり、どうですか？僕は割とそんなに割と今年は年末年始も、ゆったりだったのもあり、なんかそんなゆっくりローギアから行って、徐々にっていう感じで、なんか心地よくやらせてもらってますけど、なんかこっからまたなんかちょっといろいろ新しいことも始まりつつみたいな感じですかね。そうですね、そうなりますよね。なんか非常にいい感じですね。あんまりもうでも今年僕ギア上げなくていいかなと思ってるんで、あんまり。それは去年上げすぎたから？去年上げすぎたわけじゃないんですけど、なんかやっぱりこうね、我々というか、細かく言ったら仕事は違いますけど、ある種、個人事業主で、言ったら仕事をやろうと思ったら、もしいただけるんだったらガンガンいただいてやってもいいし、っていう中なんですけど、今年はね、なんかゆったり行きたいなっていうのがある種目標だったりしますかね。なんかわけもなく1週間ぐらいどっか遠出したり、なんかそれこそ好きな御宿からとか、宮古島からとか、いいですね。リモートである程度やって台本書いて、っていうのが理想ですね今年は。なんかこうね、スローライフ。いや、なんかね、そう、私今年になって、これずっとあることなんだけど、この人生の 100のやりたいリストみたいなのがあるんですよ。ロバート・ハリスさんがっていう方が書いてる本で、こう生きているうちにやり遂げたいことの100のリストをまず作れる。例えばそのロバート・ハリスさんとかだと、本当ファッションモデルと付き合うとか、アマゾン川をいかだで下るとか、なんかそういう結構一個一個のハードル高いですね。いや、なんだけど、例えばそこに、10億稼ぐとかってなると、ちょっとまた、ちょっと遠くなるじゃないですか。私もその例えば、フルマラソンを走る、人生、100のリストの中でいろいろ入ってるのがあって、なんかそういうのを結構作ると面白くて、なんかそうおすすめですよ。だからそのゆったり、島でリモートライフを1ヶ月間やるとか。そうですね、確かに。ちなみに園さんが今そのリストに入ってる中で、自分の頭の中のリストで、今年これ狙ってるっていうのはあるんですか？これやりたいみたいな。ほんとくだらないっていうか、どうでもいいんだけど、
あって、今年やりたいこと、金髪にする。おーあ、それいいじゃないですか。あ、面白い。そう、金髪にしたことなくて。したことないですか？一回もないんです。ブリーチしたことないんですよ。どういう感じの金髪ですか？金髪結構種類あるじゃないですか。白金とか。もうほんと、なんて言うんだろう。ブロンドな感じで。そう。綺麗な金に、黄色、オレンジ味がない綺麗な金にしたくて。で、なんか生きてきて一回も金髪にしたことない自分、なんかちょっと嫌だなとか、今まで黒髪でやってきましたけれども、でもなんかファンの人もこの黒髪ツヤツヤがなんかいいよなとか、わかんないけど、いいかわかんないけど、ブランディングのこと思ったり、あと役とかね。そう、役がないうちしかできないですからね。そうです。でも、役で金髪の役来ないかなっていうのずっと思ってたんですよ。で、そんなの待ってても一向に来ないから、どっかでやっちゃいたいな。いや、なかなかね、いや、これがね、ビリギャルとかみたいな。あそこら辺だって金髪の役でとかあるけど、多分ね、それこそある程度大人の役になってくるとね、あんま金髪の役確かに。だから私やるとき一緒にちょっと金髪やってくださいよ。金髪俺一回やったことあるんですよ。おお。先輩。いたもん。もう本田圭佑にしか見えなかったですけどね。なんかね、もうちょっと同じ星ですもんね。本田圭佑はそう言われるんですよ、たまに。似てるって。でもなんかそういう感じで、ちっちゃいことここでも発信しつつやりたいこととか、なんか一つずつ叶えていくと、なんかこう達成感あるじゃないですか。でも見てみたいです、金髪は。そう、皆さんじゃあちょっとお楽しみにということで、いきますか、不毛なトーク。早速ですが、じゃあタイトルコールをね。サウナトーク。今年2月の不毛なトークは何だろう、中からいきたいと思います。ロッカーナンバー27番、あいまいみーさん。イメチェンしようと思っているんですけど、何が一番手っ取り早いですかね？金髪じゃないですか。金髪、もう思いっきりイメチェンですよ。これでもドストライクなの来ましたね。確かに今めちゃくちゃ話してた。だから髪型とか。髪型ですか？やっぱすぐ思いつくのは髪型だったり服装もファッションですね。ファッション。私だったらまず身なりファッション変えた方がいいなと思う。ファッションって今まででガラッともうイメージ変えようと思って変えたことあります？ありますあります。いきなりなんかちょっとなんて言うんだろうな。タトゥー入れたんですか？タトゥーじゃん。タトゥー入れたいの？タトゥー。タトゥーは大丈夫。いや、いきなりなんかちょっとこう、なんて言うんだろう。こう、コンサバ系から。ちょっと俺がわかんない。コンサバ。なんかこう、ワンピース花柄。コンサバってなんですか？なんかワンピース花柄とかだったんですけど、そっからいきなりもう、ちょっとこう、ボーイッシュな格好したりとか、今もそういう女子多いじゃないですか。とかやりますけども、男性ってそこまで振り切ってあんまやんないですよね、多分。そうですね、あんまり服装はどうだろうな。なんかもうなんだろうな、その時期の流行りですよね、自分の中の。だからちょっとスカジャンブームとか。そうですよね。だからライダース着てみたりとか。だからジャンルはそんなに多分男の人と変わんないと思うんだけど、でも男の人とかやっぱりファッション。でも男のイメチェンの方がすぐ分かる気する。なんかすっごいなんか急に化粧し出すやつがいるから。ちょっとね、眉毛描いたりとか。同世代でいます？同世代はあんまりいないですけど、でももっと若かった時に自分との周りでいましたね。わーと思いましたけど。なんか私結構人の服装とかファッションとか、絶対こっちの方が似合うよとか思うこと結構あるんですよ。プロデュースしたがる。なんか、おせっかいまさんじゃないけど、それこそなんかお父さんのいとこ、私からすると結構遠い親戚であんま会ったことない人がいて、お父さんのいとこ俺知らないですね。知らないじゃないですか。私も知らなくて、ちょっとこう集まる場があって、その時に会った時にノブくんって言うんですけど、まだ40後半ぐらいなんだけど、なんかすっごい服装がダサかったんですよ。でノブくんに、なんかノブくんその格好よりもっとモテる格好あるよみたいな。まず服どこで買ってんのって私が聞いたら、スーパーみたいな。スーパーかドンキ。その人はどちらにお住まいですか？その人はあそこで世田谷に住んでて、はい、世田谷に住んでて一軒家で一人暮らしなんですよ。
正直ね、なんかちょっと田舎とかであんまお店がないよってなってのスーパーかと思ったら、世田谷に住んでていくらでも店ある中、そう、東京生まれ東京育ちなんですけど、全くファッションに気を使ってないんですよ。独身で、でも結婚もしたいだろうしに、だから私が一生懸命プロデュースして、いやスーパーとかドンキが悪いわけじゃないけど、もっと選べるものがあるから、まずはちょっとユニクロから行こうと、でこう上下揃えて、結構かっこよくなって、そしたらちょっとこうなんかメガネとかも買い始めたりとかして、やっぱりなんか見たことない自分の姿を鏡で見ると、あ、ちょっと俺イケてるなみたいな風にちょっとなったりするじゃないですか。まあそうですね。園さんはもう金髪以外はないですか？まあ髪とかは結構割とちょっと前まで長かったですもんね。そうですね。バッサリとかは言ってる。そう、バッサリ言ってる。まあ色変えるのはあり、あとは何かあるんですか？メイク変えるとかはあるんですか？それこそ女性で。女性でメイク変える。ギャル系に変えるとか。あ、でもちょっとね、日焼けとかしてみたい。あ、日焼けいいと思うな。日焼けいい？まあ海好きなんでね、僕はもう何回も言ってますけど海好きなんで。海好きなんですよね。日焼けのメイク、ちょっと色の落ちた金髪好きですね。ありですか？じゃあこの夏は、金髪日焼けで行かせていただきたいと思います。海の日焼けしてる人の金髪はそんな綺麗な金髪じゃないです。ちょっとね、サラサラじゃない、傷んでる。傷んでる。まあでも傷んでる。もういいんです、あれで。のもいいんですよね。あれでいいの。いや、じゃあもうなんか今年なんかちょっとイメチェンという年で、なんかこんなの見たいっていうのがあればリクエストいただけたら。なるほど。そうですね。園都のこんな園都が見たい。はい。ぜひコメントでいただきましょう。それは。なんかね、人生一度きりだからみんなちょっとしたいことをしながら生きていきましょう。はい。行きましょうね。めっちゃ暑いな。はい。水風呂行きますか？行きましょう。それでは皆さん、さよなら。また来週。